皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。9月も終わりに入り、やっとこさ涼しくなってきましたが、今年の夏は暑すぎたせいか、セミファイナルを見かける機会が一切なかったことに一抹の寂しさを感じるナンバー7ことナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。今年もやってきたイグ・ノーベル賞2025、日本人19年連続受賞。牛をシマウマみたいにすると吸血バエに刺されない。当チャンネルではもはや毎年恒例となっているイグ・ノーベル賞の発表が今年もやってきました。2007年より連続受賞という快進撃を続ける日本人研究者ですが、今年も当たり前のように受賞。驚異の19年連続受賞という金字塔を打ち立てました。それでは早速こちらから解説していきましょう。今年は牛にシマウマのような縞模様を描くとハエに刺されにくくなるのかを調べる実験を行ったことに対して、農業食品産業技術総合研究機構の小島智樹研究員らの研究チームが生物学賞を受賞しました。日本時間で今月19日、ハーバード大学で行われた本賞の受賞セレモニーにおいて、小島さんはフォーマルなスーツ姿で登壇。イグ・ノーベル賞に似つかわしくないクソ真面目な内容のスピーチが始まりましたが、そのスピーチは大量のハエの吸収により妨害されました。しかしその時、小島さんがおもむろにスーツの上着をパージ、観客の皆が放送事故の到来を予感したのもつかの間、なんとそこに現れたのはゼブラ柄のシャツを着た小島さんでした。見事島小島への変態を遂げた小島さんは威風堂々とクソ真面目スピーチを再開。ハエは再び妨害のために近寄ってきますが、謎のパワーで接触を阻まれ、小島さんのクソ真面目スピーチは投げつけられた大量の紙飛行機とともに無事に幕を下ろすのでした。では解説パートに入ります。イグ・ノーベル賞を受賞した今回の研究ですが、前年の尻呼吸と同様、当然ながら本来は大真面目な研究です。分野的には講義には生物学に入りますが、日本では畜産研究、つまり農学といった方が馴染みがあるかもしれませんね。食肉や牛乳生産のために畜産農家で飼育されている牛さんですが、牛さんは生き物なので、その飼育においていろいろと困ったことがあります。その一つに、めっちゃハエにたかられるというものがあります。たかがハエごときのことで、と一般的なイメージでは思ってしまいがちですが、牛さんや畜産農家的には実はこれが割と深刻な問題だったりします。日本で普通の人間の生活圏で見かけるハエは、主に家バエやショウジョウバエといったものが多く、こいつらは基本的にはそのビジュアルとかやたら飛び回るのが鬱陶しいくらいで、若干衛生面に不安を感じるようになる程度でしかありませんが、牛舎では同じハエでもアブやサシバエといったハエの仲間が寄りついてきます。この種のハエは、産卵期のメスが多くの養分を得るために動物から吸血するという特徴があり、体が大きく鈍重な牛さんは格好の獲物となってしまいます。大量にたかられて干からびてしまうといったホラー映画みたいなことにはなりませんが、牛さんが吸血を嫌がって仲間とぶつかるなどして怪我をしてしまうことがあったり、特に牛白血病ウイルスなどの感染症の媒介は昔から重大なリスクとなっていました。他方で、主にアフリカに生息するシマウマさん、黒と白の縞模様の毛皮は一部の家猫やタイ色素異常の虎にも見られますが、シマウマさんほど極端なものは他の動物には見られない特徴となっており、この形質にどんな理由があるのかということは古くから考えられていました。その仮説の種類は非常に多く、大別すると迷彩服のようにカモフラージュとなっている説、捕食者に対して目くらまし的な効果で混乱を与える説、他のシマウマさんに対して信号的なメッセージを送っている説、光の反射吸収の効果を利用して体温調節している説、そして吸血バエを回避して身を守っている説と、実に多彩です。しかし近年のいくつかの研究により、現在では最後の吸血バエの回避説が非常に有力となっており、動物を研究する学者のほとんどがこの説を支持しているようです。そんなわけで、今回の研究はこの仮説を前提として、シマウマとはサイズだけが似通っている牛さんの助けを借りてその知見の是非を確かめつつ、牛さんのハエ被害の新たな予防策もついでに模索するという一石二鳥の意義を持つ研究でした。
研究手法は単純明快にしてド直球。愛知県産の生体のメスの黒毛和牛に健康に影響の出ない塗料をスプレー。ストリートアートで鍛え上げた研究員の腕前は見事にゼブラ柄を描き、シマウマならぬシマウシを誕生させました。あとはこのビッグマダムにハエが寄ってくるかどうか調べれば決着がつくってわけさめ。アカデミアに俺たちの強烈なファクトをストライクだチェケラ。ってな具合にゼブラ柄そのものにハエを回避する効果があるかどうかを調べました。しかしこれだけでは。でもボビー、これじゃゼブラ柄の効果なのか塗料の成分の効果なのかわからないわ。という懸念は当然出てくるので、ドントウォーリーさキャサリン、そう言うと思って、スプレーを全くしないのをマルビッグマダムもセットさ。ファーザーも、黒スプレーで潜在的なゼブラ柄にしたビッグマダムもおまけだ。これでパーフェクトにトゥルーなエビデンスをシューと。すごいわボビー、これで高インパクトファクターはいただきね。今日はみんなを呼んでパーティーよ。といった具合に対象実験として十分な実験系が構築されました。もう少し具体的には合計で6頭という少ないサンプル数の牛さんを白島、黒島、無地の3状態について全ての状態と組み合わせを網羅して統計を行うラテン法確法という実験手法が用いられ、縞模様そのもののハエに対する効果を強力に判定する実験となります。効果判定としてはカメラで観察した体表に付着したハエの数と一定時間内に牛さんが尻尾を振ってハエを追い払う行動の回数を調べました。その結果、体表に付着するハエの数と追い払い行動の両方の計測において、白縞模様の牛さんにはハエがたかりにくいという強力なデータ証拠が得られ、ゼブラ柄には吸血ハエを回避する効果があるという強い結論が導かれたのです。では、なぜゼブラ柄にそのような効果があるのかということが気になってきますが、これについてはまだはっきりとは分かっていません。ただ、今回以前の別の研究で、白と黒のお馬さんについてどちらがハエを寄せ付けないかを調べた研究があり、この研究では、お馬さんの体表面の光の反射変更特性により、アブが白い馬よりも黒い馬に引き寄せられることを結論付けており、ハエの目の構造と運動が光刺激と深く関係していると予想されていました。さらに、白と黒の縞模様と斑点模様についてハエの行動を調べたまた別の研究があり、こちらでは、約5センチより狭い幅の縞模様と直径約10センチより小さい黒の斑点は遠方からのハエの寄り付きには影響しないものの、その着地を阻害するということが導かれており、これらの知見から類推すると、白と黒の細かい模様はハエの視覚を混乱させ、固有の生理及び運動学的効果により着地シーケンスを阻害するということが言えます。これを確かめるには、ハエの生物学的な知見とともに神経科学や工学などもっと深い領域の多分野にまたがる知見を組み合わせる必要があり、現段階でその角度についてはまだ何とも言えませんが、今回の研究でもこちらの知見については調べられており、カメラ映像から分析すると、遠方のハエはゼブラ柄の牛に近寄ってきているものの、近くに来た時にどうも減速を失敗して再び距離を取っているような行動が多く見られたため、将来的におおむねこの理解で間違いではない結論に帰結するのではないかと予想されます。人間社会で例えるなら、飛行機での着陸をする際に、計器と誘導なしに目測だけで縞模様や斑点模様の微妙に動いている滑走路に着陸するようなものなので、こう考えるとやはりそういうことなのかもしれませんね。なお、最初に出てきた白と黒のお馬さんとアブの関係を調べた研究は、2016年にイグ・ノーベル物理学賞を受賞した研究でもあります。イグ・ノーベル賞のセレモニーでふざけ倒したいという人はこの分野は狙い目かもしれませんね。今回のイグ・ノーベル賞には他に、自分の爪が伸びる速さを35年間も粘り強く記録分析し続けた研究に文学賞、ナルシストもしくはそうでない人に、あなたは賢いと伝えるとどんな影響があるのかを調べた研究に心理学賞、あるトカゲの種があるピザの種を好んで食べるのかどうか調べた研究に栄養学賞、母親がニンニクを食べると赤ちゃんの授乳にどう影響するかを調べた研究に小児科学賞、テフロンが置き換えダイエットに使える食材かどうかを調べた研究に化学賞、アルコールを摂取すると外国語を話す能力が向上することがあることを示した研究に平和賞、靴の悪臭がシューズラック使用時の快適性にどう影響するか調べた研究に工学設計賞、飲酒がコウモリのエコロケーション能力を低下させるかどうか調べた研究に航空学賞、
パスタソースの不快感の原因となる凝集に関わる相点異条件を特定した研究に物理学賞。以上、生物学賞の島牛実験を含めて合計10部門の受賞となりました。今年もパンチの効いた研究ばかりで素晴らしいですね。島牛の研究を主導した小島さんは今回の受賞を受け、酪農家から虫対策への相談を受けた際に、たまたまテレビで見て知り、割と軽いノリで始めたこの仮説の研究がイグ・ノーベル賞を受賞したことにとても驚いたそうです。ただ、この知見を応用すれば殺虫剤などで防虫をするリスクが低減されることが予想されるため、今後コストやパフォーマンス面が考慮された新技術が開発されることを期待したいとのことでした。かなり謙遜されていますが、従来の仮説を強力に裏付けただけでなく、実用的に役に立つ可能性が大いにある研究内容というのが素晴らしいですね。ともあれ、この度は受賞おめでとうございます。今回のイグ・ノーベル賞の受賞セレモニーは、前編において YouTube の公式チャンネルで動画配信されています。また、島牛の論文についても、プロスという科学ジャーナル誌においてオープンアクセスになっていますので、興味のある方はぜひ合わせてご覧になってください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN インほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。